皆さんこんにちは。最近の相場は少し回復したと思ったら再び下落したりと一喜一憂の展開。また直近ではアメリカの金利が上がっているにもかかわらず株はあまり下げないといったような不穏な動きまで見られます。そんな中で今回の動画のテーマは1ヶ月間約20営業日少しありますけれども、実に2日間を除いて全て前日比マイナスとなっている鉄道株の代表 JR 東海。チャートを見ると1ヶ月間崖のように転落していますが、なぜ鉄道株が大幅に暴落しているのか考えられる理由の一因をご紹介したいと思います。また2つ目のテーマでは最近の短期筋の機関投資家の動き、前回の動画でご紹介しましたけれども、証券会社に集まる各国の機関投資家の資金フロー、その中でも短期筋のものを集めて相関を取った時に相場の転換点が見えてくるかもしれないという分析、一喜一憂の相場展開、この後どちら方向に行くのか、直近の動向気になる方もいらっしゃるかと思いますので更新していきたいと思います。よろしければぜひ今回も最後までお付き合いください。まずは一つ目のテーマ、鉄道株の暴落ということで代表的な銘柄5つほど直近の1ヶ月間パフォーマンスをご覧いただきますと、こちら SNS 界隈では鉄道株ではなく JR が下がっている、あるいは JR 東海だけが下がっているというような謎の論調をする方もいらっしゃいますが、1ヶ月間のパフォーマンスをご覧いただきますと、程度の差はあれ JR 私鉄の区分なくおしなべて 12% から 16% と大きな下落を記録しています。この間トピックスは約 6%の下落となっていますので、鉄道各社とも2倍以上の下落幅を記録しているわけですが、どちらかというとインフラ系、ディフェンシブに属する鉄道株、中には崖のように株価が崩れる前にピークをつけていたところでは PBR1 倍をようやく達成したような銘柄もありましたが、結局は元の位置まで戻ってしまった。バリュー株の評価としても元さやに戻った。その大きな一因として今回ご紹介するのがリオープン関連の銘柄、そしてその中でも特に鉄道株。約3年前コロナの流行し始めた頃に総じて株価大幅な下落を記録した後、順調に回復してきていましたが、これ以上回復が見込めないんではないかというデータが出ています。この回復トレンドが頭打ちになるとマーケットで広まってきていることが鉄道株を敬遠する一つの理由になっているのではないか。ここからはそのデータを詳しくご紹介いたします。コロナの流行で行動制限をされていた日常から制限が撤廃されてそれなりに経ちますけれども、実はリオープン関連の銘柄はそんなに回復してきていないんではないか。こちらご覧いただいているのはマクロ経済の観点から消費の動向を大きく分けて2つ、財とサービス。財というのは有形のもの。例えば今動画をご覧いただいているデバイス、パソコンであったりスマートフォン、あるいは日常使っているヘルスケア用品であったり食品、飲料といったところも財の方に入ります。一方でサービスというのは今回ご紹介する鉄道、あるいは航空、また観光や娯楽、あるいはホテルといった業界もサービスの方に入ってきます。そしてそのサービスに対する消費の割合というのがご覧いただいているチャートですね。2020年のところで大きく落ち込んでいるコロナショックでサービスに対する消費の割合が大きく落ち込んだわけですけれども、そこからコロナ前のトレンドに対して戻ってきていない、回復がだいぶ緩やかであることがお分かりいただけると思います。そして今ご紹介した財とサービスにおけるそれぞれの消費割合、赤のラインが財、青のラインがサービスですけれども、財に対する消費の方がコロナからの落ち込みで一気に回復してコロナ前をすぐに上回っている。一方でサービスの消費に関しては緩やかな回復ではありますけれども、未だにコロナ前の水準には至っていません。結局皆さんも記憶に新しいかと思いますが、コロナショックの後すぐに株価が回復したのは電子機器あるいは半導体といったような銘柄、成長株を中心に大幅に戻しましたが、リオープン関連の銘柄というのはそこから1年2年経ってからだんだんと注目が集まってきた。そんなにすぐには株価回復しなかったというのを覚えていらっしゃるかと思います。ただサービスの部類に属する業種、銘柄もかなりリオープン関連として回復してきたんではないかと印象を持っている方も多くいらっしゃるかと思いますが、株価ではなく実際のマクロ経済におけるサービスに対する消費、詳細別に回復度合いをコロナ前と比べますと、結局コロナ前のサービスに対する消費、
これを100としたときに、足元の状況でこの水準を超えているのは、せいぜい右側の3業種。最も大幅に回復し、コロナ前を上回って成長しているのは、航空業界ですね。140% に迫る個人消費となっています。そして2番目にはスポーツ観戦。さらに3番目はペットサービスと、せいぜいここまでがコロナ前の水準を上回っている。それ以外、特に左に行くにつれて全く回復度合いが低くなっていくわけですけれども、多くのサービス関連の業種に関しては、回復がだいぶ緩やかになっている、あるいは止まってきているといった状況です。特に対面を要するもの、例えば遊園地であったり、パーソナルケア、ジムやフィットネスといったところですね。あるいは美術館、映画なども回復が鈍化している部類に入っています。そしてそれをよく表しているのが皆さんの中にも非常に便利だなと思って採用されている方多くいらっしゃるかと思いますが、こちらのグラフ何かと言いますと、在宅勤務比率の推移です。アメリカにおける在宅勤務の比率が下げ止まっている。つまりオフィスへの出社に戻す動きというのがもうほとんど止まっている状況ですね。コロナ前の在宅勤務の比率と言いますと 10% を切っていて6、7% 台でしたが、新型コロナの流行により在宅勤務が一気に急上昇した。当然外出すら自粛する状況でしたので、多くの企業が在宅勤務を取り入れて、一時 60% を超える在宅勤務比率となりました。そこから徐々にですね、ワクチンが広まったり、コロナの毒性が変異株で変わったりしていくにつれて、だんだんと在宅勤務の比率が下がっていく、元の出社するスタイルに戻していく企業が出てきたわけですけれども、結局足元1年間ですね、ほとんどもう変化が見られない 30% 弱のところで横ばいの推移が続いています。結局はコロナをきっかけに在宅勤務を始めたわけですけれども、それが便利だなとなって未だに継続採用している企業が多くいると。これに関しては在宅勤務の恩恵を受けている方も多くいらっしゃるかと思いますし、実際有効に時間を使える社会生活においても非常に良い変化かと思いますが、今回取り上げている鉄道株においては、この在宅勤務の比率というのが大きな影響を与えています。在宅勤務の比率が 1% 変化すると、財に対する消費、あるいはサービスに対する消費、これがそれぞれにどれくらい影響を与えて変化をもたらすのか、回帰分析を行ったときに、例えば在宅勤務の比率が 1% 増えたとき、この時財に対する消費というのは 0.2% 上昇する。一方でサービスに対する消費というのはマイナス 0.8% と減るわけですね。そしてサービス支出の中でも交通に関する項目に関しては特に大きな影響を与えてマイナス 1.4% とかなり落ち込むわけですね。逆に言えば在宅勤務比率が 1% 下がれば交通に対する支出が 1.4% 増えると、そういった関係性が最も信頼度の高い優位水準となっています。つまり在宅勤務の比率の変化が財サービスに対する支出の変化をもたらす関係性が偶然その数字が出たわけではなく、非常に強い関連性が見られるということですね。そして先ほどご覧いただいたように在宅勤務の比率は 30% 弱で下げ止まっている。もはや在宅勤務を取りやめる企業はこれ以上多く出てこなさそうですが、この状況で今足元、財及びサービスそれぞれでコロナ前を100とした時の現状をご覧いただきますと、こちらの一番左、濃い青が財、水色の棒グラフがサービスの消費割合ですけれども、財はコロナ前に比べて約 103%、一方でサービスは 97% にとどまっています。例えば在宅勤務の比率がここからまた下がっていく。例えば 2% 下がったとき、5% 下がったとき、そして 8% 下がったとき、それぞれ財あるいはサービスに対する消費の割合というのがどのように増減するか、在宅勤務が減っていく場合ですので、濃い青の財の方はだんだんと割合が減っていく。一方で水色のサービスの割合はだんだんと増えていく。そういった関係性ですね。例えば 8% 在宅勤務がここから減る。つまり 20% 強まで在宅勤務が減れば、財消費、サービス消費ともにコロナ前と比べて 101% とともに回復を達成するわけですが、せめてその一つ下 5% 在宅勤務が下がった場合、つまり 25% 程度になった時ぐらいまで在宅勤務の割合が減らないと、水色のサービスというのはコロナ前の水準に達しないと
いう結果になります。先ほどの在宅勤務比率の推移ご覧いただいたように、もうほとんど 30% 弱のところで横ばいになっているのをご覧いただきました。そこから 5% というとかなり下がらなければいけない。なんならその一つ左の 2% すらここから下げるのは結構きついんではないかと考えられるような社会構造の変化です。これはすなわちどういうことか。従来は世界におけるコロナの流行、新たな変異株、あるいは感染者数の増減にリオープン関連の株価が左右されてきましたけれども、ここからはコロナ前と今、足元で在宅勤務といったような社会構造の変化によってサービス関連の銘柄、特に対面を要するような業種というのは航空株といった例外を除いてリオープンによる回復というのは頭打ちになるということです。ということで在宅勤務便利だな、寝てもサボってもバレないなと喜んでいる一方で、鉄道株や観光娯楽株を持っていると、それは社会構造の変化で恩恵を受けている一方で、株の流れについていけずに損をしてしまうと皮肉な状況になっているわけですね。では何の株を買えばいいのか。在宅勤務比率が上がったことで恩恵を受けているのは在支出の方ですので、こちら側の詳細別な回復度合いをご覧いただけば、社会構造の変化によって恩恵を受けそうな銘柄、リオープンといった短絡的な目先の回復ではなく、長い視点で恩恵が出てくる業種ですね。左に行くほどコロナ前よりも大きな伸びを記録しているわけですが、例えば電子部品、パソコンといったようなものは、在宅勤務に必要不可欠ということで、今後継続的に個人での消費も増えてくると思われ、実際足元ではコロナ前の 60% 以上の伸びとなっています。またコミュニケーションツールとしてスマホやタブレット、また在宅勤務によって会社への通勤時間が削られて家にいる時間が長くなった。そういった観点から書籍あるいはフィットネスツール、例えばジムに行くぐらいだったら家で器具を購入して自分で体を動かそうと考える方も増えるわけです。こういった業種はコロナによる社会構造の変化、在宅勤務といったところで今後もみんなが会社に戻るというムーブが起きなければ長い目で見て恩恵が出てきそうな業種というわけです。それでは本日2つ目のテーマですね。資金流出入と相場の関係。以前2週間ほど前の動画でご紹介した投資家別の日本株に対する資金流出入の動きというのを当チャンネルでは追いかけています。大きく分けてご覧いただいている4つの投資家、日本、アメリカ、ヨーロッパ、その他の長期投資家と右下の短期筋、ヘッジファンドをはじめとする比較的スパンの短い投資家ですね。それぞれの機関投資家が日本株に対して買いあるいは売りを入れるときに当然証券会社をかませてマーケットにインパクトを与えてくるわけですが、それぞれの思惑によって売買の方向というのは日々変わってくる。その中でも特に短期筋のところに注目したというデータ分析となっています。まずは証券会社に集まってくるオーダーの売買比率をもとに4つの投資家のフローがどのように積み上がっているかご覧いただきますと、こちらピンクのラインが機関投資家からの資金フロー、青のラインがトピックスとなっています。特に直近のところ顕著ですけれども、総じてピンクのラインが少し相場に先んじて動いている。詳しく相関を比較した以前の動画では3日前から5日前あたりが機関投資家の先んじて動く傾向が最も強く出ていましたけれども、結局足元のところも青のライントピックスは5月の中旬から10月の頭にかけて大幅に下落、そしてピンクのライン機関投資家も大幅に持ち分を減らしていますが、先んじて数日前に少し逆張りの買いを入れている。そこからトピックスも反応して下落幅の半値戻し程度まで反発しています。ただ機関投資家のフローに関しては再び持ち分を脅していっている。そこまで大幅に気合を入れて日本株を買ってきてはいないということで、また足元少し日本株下がってきていますけれども、このピンクのラインに追随する形で反発前の安値のところまで下がってしまうのかという懸念が頭をよぎっている段階です。そしてもう一つご覧いただきたいのが短期筋に注目した資金フロー。その日々の変化率を数日前倒ししてトピックスとの相関を取ったものですね。青のラインは先ほどと同じくトピックスの推移。そして黄色の棒グラフが短期筋の資金フローとトピックスとの相関を直近5営業日取ったものです。そうすると黄色の棒グラフは0以上になっている時というのが短期筋が順張りをしている時
つまり株が上がっている時に資金を流入させて、株が下がっている時には流出させている。矢印としては上あるいは下にまっすぐに順張りしているという状況ですね。一方で相関がマイナスに出ている、下側に黄色の棒グラフが出ている時というのは、トピックスに対して逆張りの資金フローになっている時、つまり相場が上がっている時に資金を回収し、相場が下がっている時に資金を入れてきているという局面ですね。つまり転換点を見極めるためには、黄色のグラフが下側に大きく出たタイミングというのが重要になってくるわけです。例えばこのあたり、相関がマイナスになったところで下げの局面が来ています。その他にはこちら、今度は底打ちの局面ですね。さらには9月の中旬につけたところ、こちらでも逆の相関が出たところで相場が山をつけています。そして今回更新したのがこの直近のところですけれども、まずピンクの枠で囲っている一番左側のところ、相場が下落し始めた時に順張りの方向に資金フローが出ている。つまり下がっていっている中で短期筋が順次資金を引き上げている局面ですね。そこから一旦反発するわけですけれども、この赤の丸より少し先んじて何日か前に逆相関になっている。つまり下げ相場で資金を入れてき始めた。短期的な反発を狙い始めたというところです。そしてここから何日間かが更新したポイントですけれども、気になるところというのが、下落幅の半値戻しあたりまで反発している中でも、引き続き短期筋の相関はマイナスの方に出ていますね。つまり逆張りが続いている。つまり相場が戻し始めたにもかかわらず、資金はすぐに引き上げ始めているということです。そしてトピックスが再び山をつけて相場が調整し始めたところで順相関になっている。つまり資金のフローは引き上げ続けているということです。どういうことかと言いますと、赤の丸で囲っている一時的な反発局面。短期筋は大きく下げすぎたトピックスを見て、超短期的なリバウンドを狙って日本株に資金を入れ始めた。しかし反発したところで大きな上昇局面が来ると考えていないため、上がっていく中で順次利益確定を行ってきている。そして山をつけたところでも引き続き資金を引き上げている傾向が強いということです。ここから日本株再び上がっていくためには、下落局面の中で再び資金フローが入ってくる逆相関の方向にシグナルが出てきてくれることを期待するわけですけれども、あくまでこちらの分析の状況としては、現状はあまり芳しくないデータになっています。機関投資家もまだ日本株は積極的に反転を狙って買いに行く局面ではないと考えているというわけですね。こちらの分析に関しては当チャンネル随時更新していきますけれども、先月から始めたばかりですので、あまり過度な信頼を置かずに実験的に参考程度にご覧いただければと思います。こういったデータを元にした株式投資の分析、次回はマザーズ銘柄を久しぶりに更新しますけれども、少しでもご興味持っていただいた方、あるいは役に立ったと感じていただける方は高評価、チャンネル登録していただけますと幸いです。今回も最後までお付き合いいただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。